はい、こんにちは。トミーカラの時武です。本日はこちらトミーカラ GG の詳しい説明を行っていきたいと思います。はい、今回は GG の内容を詳しくご案内するわけですが、ネットで調べても出てこない、あまり知られてないような内容を中心にご案内していきたいと思います。それではレッスン1として、この車のドアってどうやって開けるのってやつですね。単純ですが、初めての場合は大抵この壁に当たります。映像だけ見てもはって感じですよね。ただドアの内側に何かあるのねってことは分かりますよね。では詳しく見ていきます。助手席側から運転席ドアの内側にズームです。少し暗いですが見えますかね。この内側にこんなレバーがついていて、これでロックを解除するんです。それでは実際に乗り込んでみましょう。こうドアを開けて、ここで注意が必要です。ここに手をかけてはいけません。ここに手をかけるのもご法度です。ではそれらを踏まえて乗り込むとどういう感じになるのかっていうと、こんな感じになります。降りるときはどうするのかというと、このような感じになります。メインパネルにポコポコと用意されている各メーターですが、それぞれの配置はこんな感じになっています。ちなみにこの車はパネルがカーボン仕様に変更されていますので、ノーマルの状態ではアルミ製のクリアアルマイト仕上げになっています。では左から水温メーター、燃料メーター、スピードメーター、油圧メーター、タコメーター、イオンメーターとなっています。ちなみに今はメーターを撮影しやすいようにスタイリングを取り外ししております。ではスタイリングを元に戻してみましょう。はい、次にホーンなんですが、スタイリング中央の一般的なホーンボタンはダミーになっています。GG のホーンボタンはパネルに用意されていてレバー式になっています。そして GG にはこのようにウインカーやヘッドライトの操作レバーがないんです。先ほどのホーンボタン同様、メインパネルにウインカーレバーが用意されています。はい、お分かりでしょうか。この車のウインカーレバーはトグルスイッチなのでオートリターン機能がついていません。曲がり終わったら自分で戻さないといけないので、バイクと同じような操作感覚になります。ではそれ以外のヘッドライトなどのスイッチ類はどこにあるのかというと、ここにあるんですね。ファンダイヤル、ワイパー、ウォッシャー、ハザードなどがあるんですけども、少し癖が強いのがライト系のスイッチになります。この下のスイッチはスモールのオン・オフ、この上のスイッチは下に下げるとロービーム。ちなみに標準の仕様ではヘッドライトはハロゲンですが、この車は HID に変更しています。真ん中でショート、上に上げるとハイビームという配置になっています。普通の車は操作レバーをカチカチと回転させるだけなので少し戸惑うかもしれませんね。はい、この映像での説明は何かというと、運転席、助手席それぞれのシートのスライド量になります。運転席は前後に多少スライドするんですが、助手席の方は背中の部分にガソリンタンクがありますのでスライドはせずに固定式となっています。はい、次は足元を見ていきましょう。アクセル、ブレーキ、クラッチの3つのペダルは3本ともにオルガン式となっており、フォーミュラカーさながらに1本のシャフトを軸に固定されています。次はサイドブレーキなんですが、
この位置にありますので、シートから背中を浮かせて操作をする必要があります。サーキットで4点式ベルトなどで体を固定してしまうと、サイドブレーキの解除ができなくなってしまうので注意が必要です。走行中に引くこともできないので、サイドを引いてのドリフト走行などはほぼ無理なんじゃないかなと思います。次はフロントカウルの開け方とその内側を紹介するのですが、この両側のネジで止まっているので、まずこれを緩めます。で、中央に手をかけてガバッと。簡単です。この車は後期型なので、フロントカウル内にラジエーターボックスが設置されています。前期型の場合、このスペースを生かして小物を収納できるボックスがオプションで設定されていました。ちなみにバッテリーはこの隙間にあります。GG の標準アルミは15インチのオリジナルホイールですが、4欠 114.3 という今となっては選択が少ないサイズなので、5欠化を希望されている方も多いと思います。ブレーキは日産純正の対向2ポットキャリパーを装備しています。標準のショックアブソーバーはスパックス製です。他のものに変更したいとなっても、この車用の設定がそうそうあるわけがないんですが、なんとアラゴスタさんからこの車用の設定を出していただいています。弊社でもトミーカイラ HG シリーズとして専用のオリジナル車庫帳を用意することができます。詳しくはぜひお問い合わせください。はい、これは何をしている作業かというと、ルーフを取り外そうと、しているところですね。GG はルーフがないと思われる方が多いかもしれませんが、エンジンフードが二重になっていて、このように四隅のネジを取り外すとルーフとしてぴったり装着することができる設計になっています。ぴったりですね。ルーフとして使用しないときはエンジンフードの上に戻すという便利な設計になっています。このルーフ、オーナーさんの中では亀の子と呼ぶらしいです。はい、この映像はルーフを装着することでさらに乗り降りが困難になった GG に乗り込んでみたという映像になりますね。で、これがさらに乗り降りが困難になった GG から降りてみたというやつですね。乗り降りはかなりコツがいりますので、ちょっと難しいアトラクションのようになっています。ぜひ機会があれば体験してほしいと思います。これは GG のフューエルリッドです。初めて乗った人は急行を開けるレバーがないってよくなるんですが、レバーは実はこんなとこにあります。ワイヤーがちょこんと出てるだけで、これを引くとこうやって蓋を開けることができます。これはエンジンルームをお見せしようとしているところですね。ルーフと同様、四隅がネジで止まっていますので、まずはこれを取り外します。ルーフと違ってこのフードは格納場所が用意されていませんので、置き場所にも気を使います。街中で GG を見かけたとしたら、エンジンルームを見せてくださいと声をかけたくなるのもわかりますが、足元のレバーを引っ張ってサクッとフードを開けられるような作りではありませんので、なかなか時間がかかってしまうことはあらかじめ理解しておかないといけないかもしれませんね。手かけるとこそこじゃないとか言われたらどうしよてなことをぼやいていますが、 SR20 だとかキャブレターが装着されていてパワーがどうこうだとか調べたら出てくる情報はここでは割愛させていただきまして、エンジン始動音をお届けしたいと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。トミカラ GG は生産台数も少なくて、今後この車に乗る機会に恵まれることも少ないかもしれませんが、この動画をきっかけにトミカイラやこのトミカラ GG を調べてもらえるきっかけになればなと思います。今後トミカラコンプリートカーについてこのように詳しくご紹介していきたいと思いますので、ぜひ動画のチェックをよろしくお願いいたします。近い眩しい何しとんねん。